もしもう二度と会いたくないあの人が来る日も来る日もあなたを待ち伏せしていたら、2000年4月19日静岡県沼津市高島町。最悪、またかかってきた。学校へ行く支度をしていた女子高生下條みなみさんは携帯の着信画面を前に思わず顔を歪めました。着信履歴にはなんと30回以上も連続で同じ男の名前が。その男はみなみさんが1ヶ月前に別れた元恋人平栗秀正。そして彼女は拉致が開かないと考えその電話を取ったのです。すると、やり直したい。このままじゃ俺はダメになる。電話の向こうで響いたのは復縁を望む平栗の悲痛な叫び声。もう別れたんだから電話してこないでよ。南さんはそうとだけ告げ一方的に電話を切ったのです。この後彼女が向かう沼津駅で平栗が包丁を片手に待ち伏せしているとは知らずに、別れ話を切り出され女子高生を殺害してしまった男。少女につきまとい異常な執着を見せた男の素顔とは。この男と恋愛関係になった女性は絶対に無事では済まないんです。おぞすけちゃんです。いやみやみこです。先日10月5日ね、ありがたいことにね誕生日を迎えまして、おめでとうございます、たくさんの方からお祝いだったり視聴者さんの方もインスタの DM だったりいただいてね、ありがとうございました。何歳になったの？はい、ちょっと秘密なんですそんな秘密にする年齢でもないでしょ、ょ。ちょっと今年の抱負をね、求めてもないのに、今年は 10X どういう意味ですか10倍。そうです。あらゆる意思決定とか私生活のこと含めてもう10倍の質、10倍のスピードでちょっと頑張っていこうと。よくさ、毎年さ飛躍の年にしたいとかさ、こう曖昧なこと言うじゃん。もうなんかそんなの毎年やっちゃってんなみたいな。ちなみにこれ良去くないな年なんて言ってた？わかんない。 10X は忘れないようにしましょう。だから来年の誕生日に10倍になった報告会しかしたい。これ10倍になりましたと。来年あらゆることが10倍になってますというわけで本日ご紹介するのは静岡県で起きたストーカー殺人事件について。この事件では17歳の女子高校生が殺害されてしまうんですが、犯人は一度交際したらただでは別れさせないといった異常な執着心を持つ恐ろしい人物だったんです。キモい男なに相手を物とでも思ってんの？そんな無理やり縛ってうまくいくことなんてめったないわよ。そもそも普通はそんな相手好きになんないですよね。事件の日、沼津駅には犯人の底知れぬ恨みの痕跡が残されていたんです。血まみれの駐輪場。2000年4月19日静岡県沼津市高島町。朝8時頃、沼津駅の駐輪場ではいつものように係員が見回りへ訪れていました。そしてそれは入り口からは死角になっている奥の方の通路へやってきた時のこと。蛍光灯もまばらで薄暗いその場所には制服姿の女子高生が倒れていたんです。思わず声を上げ後ずさりする係員。倒れていた女子高生は全身34箇所をめった刺しにされていたのです。着ていた制服が血で真っ赤に染まるほどの惨状。少女はすぐに市内の病院に搬送されますが、間もなく死亡が確認されます。その後の捜査によって亡くなったのは近隣の高校に通う高校3年生下條みなみさんだと判明。腕には多数防御の際につけられた傷が残されており、彼女は何者かと争いながら駐輪場の奥へ追い詰められていったと考えられました。また胸元に刻まれた傷は深さ10センチにも及び心臓を貫通。犯人の底知れない恨みを物語っていたのです。ちょっと怖すぎ。犯人はさ、学校に向かう南さんを待ち伏せして殺したってことでしょ？これかなり強い殺意が伺えますよね。この後犯人の正体が分かると同時に南さんとの関係性も明らかになるんです。事件があったのは通勤通学で人通りの多い時間帯でしたが、駐輪場の奥で行われたこの犯行に目撃者はおらず、捜査は難航するかに思われました。ところがそれは事件と同日の夜9時頃、沼津で人を殺しました。自首したいです。刃物は車の中にあります。現場とは遠く離れた神奈川県藤沢市の交番を訪れ、重苦しい口調でそう告げた男。男の名は平栗秀正。彼の言葉に従い警察が車を確認すると、そこには確かに血のついた出刃包丁が。またその車内からは南さんとのツーショット写真も見つかりました。平栗は27歳で南さんとは10歳年が離れていましたが、その写真は2人が恋人同士だったことを示唆していたのです。10歳差カップルってまあまあいると思うんだけどさ、相手が女子高生ってなると、どうやって出会ったのって話になるわよね。きっかけはひょんなことからだったんです。そして交際が開始されると、平栗の人にはあまり言えない過去が分かってくるんですが、実はそこから2人の仲はより深まっていくんです。
運命を変えた出会い。1999年6月、沼津市の繁華街で遊んでいた南さんはそこで初めて平栗と出会いました。かわいいね。俺と遊びに行かない？きっかけはそう、平栗のナンパ。この時、南さんは友人と一緒に何気なく誘いに応じました。すると南さんを気に入った平栗はその後も偶然を装って待ち伏せし、再び彼女の前に現れたのです。そこから2人が交際を開始するのに時間はかかりませんでした。南さんにとって平栗は10歳も年上の大人な彼氏。お泊まりデートをすることもあれば、学校まで車で送ってもらうことも。同年代の交際とは全く違う新鮮なその日々を当初は南さんも楽しんでいたのです。そして交際から2ヶ月が過ぎる頃には2人は互いに結婚を意識するように。このタイミングになって平栗はそれまで南さんに隠していたある秘密を打ち明けました。実は俺は過去に傷害事件を起こしてる。数ヶ月前に仮出所になったばかりなんだ。後ろめたい過去を隠したまま将来を誓い合うことなど許されない。そんな考えから恐る恐る前科があることを打ち明けた平栗。すると南さんは言いました。昔のことは昔のことで忘れて一緒に頑張っていこうよ。それが平栗が南さんを一生大切にすると誓った瞬間だったのです。過去にも傷害事件を起こしてるって聞くと、南さんの時は特別だったんじゃなくて、もともとヤバいやつだったんじゃないって思うわよね。実はそうなんですよ。南さんが平栗を受け入れてしまったのは彼女がまだ若かったからかもしれません。しかしそんな南さんもすぐにこの男が異常だと気がつくんです。平栗との交際が3ヶ月続いた頃、南さんは妊娠。彼女がまだ高校生だったこともあって子供は中絶しましたが、その後も2人の関係は続いていました。一方平栗は実家で家業を手伝っていたのですが、父親の車を無断で売ってしまったり、給料のことで揉めたりなどの行動で家族とうまくいかず、そのため平栗は実家を出て給料の高い東京で働こうと考えました。気がかりだったのは南さんと遠距離恋愛になってしまうこと。しかし実は彼女は東京の大学への進学を考えており、そのことを知った平栗は安心して上京したのです。ただ平栗は南さんが東京へ来るまで待てるほど心に余裕のある男ではありませんでした。上京後、南さんは平栗に会いに東京へ訪れてはいましたが、それでも彼は不安を抑えきれずに言いました。女子高生なんて出会いはいくらでもある。俺がいない間に他の男を好きになったりしないよな。そこから平栗は事あるごとに南さんに電話をかけるように。今どこにいる？他の男とは会わないでくれ。好きだ。すぐに結婚しよう。多い時は1日に30回もの着信が入ることもあり、南さんは次第にうんざりしていくのです。1日に30回ってそんな電話かけてくるメンヘラ男なんてたまったもんじゃないわよ。そりゃもう耐えられなくなるわよ、南さんも。いや、ほんとそうなんですよ。この振る舞いから南さんも冷めてしまうんですが、本当に恐ろしいのはここからだったんです。これから大学生になるのに結婚ってそんなにせかされても困っちゃうよ。不安のあまり何度も結婚を迫るようになった平栗の行動は完全に逆効果。彼への思いが冷めてしまった南さんは同級生の男子のことをいいと思うようになりました。こうして交際から9ヶ月が過ぎた2000年3月、南さんは電話で平栗に別れ話を切り出すのです。すると、ふざけんな、ぶっ殺すぞ。案の定、南さんと片時も離れたくないくらいだった平栗がその話を受け入れられるはずもなく、彼は激高。その日以降も執拗にかかってくる電話に恐怖を覚えた南さんは携帯を変え連絡手段を断ちました。しかし平栗は彼女と連絡が取れなくなっても諦めず、下校途中に待ち伏せしたり、実家にプレゼントを送ったり、ストーカー行為を繰り返したのです。また情緒不安定になった平栗は南さんに対してだけでなく、近隣住民からゴミの捨て方や迷惑駐車を注意された時なども怒り狂うように。バキやがれ、殺すぞ。注意した住民の家まで押しかけて怒鳴り散らすその様子に周囲も恐怖を抱いていたのです。平栗の本性を知った南さんは友人にこう話すようになっていました。すごく短気で切れると怖いの。あの人と絶対に結婚なんかしたくない。自分の気持ちばっか押し付けてさ、受け入れられなかったらキレ散らかしてね。身勝手にも程があるわよ。人のこと何も分かってないわよね、この男ね。平栗には前科があったと話をしたと思うんですが、実はその前科も女性への異様な執着と切れやすい性格から起こったものだったんです。平栗は過去に2つの事件を起こしています。1つ目は1992年のこと。当時19歳の女性と交際していた平栗はその彼女に惜しみなくお金を使い、表向きは尽くしているように見えていました。しかし交際を続けるうち、平栗の切れやすい性格を知った女性は次第に彼と距離を置くように。女性は平栗とのデートを全て断り、しまいには連絡も取れなくなってしまったのです。
ただ平栗は女性の妹が入院しており、彼女がその病院へ見舞いにやってくることを知っていました。そこで待ち伏せしていた彼は病院へやってきた女性の胸を包丁で何度も刺したのです。この時女性は意識不明の重体に陥りますが、どうにか一命を取り留めました。逮捕された平栗は懲役4年が妥当とされていましたが、彼が自首していたことと相手方との示談が成立したことで懲役2年6ヶ月の判決に。そして1997年に起こした2つ目の事件は、当時交際していた女性に殺人未遂の前科を打ち明けた際のもの。平栗は前科があっても女性が受け入れてくれると思っていたのですが、別れを切り出され激高。台所から包丁を持ち出し、女性の首筋に包丁を押し付けて復縁を迫ったのです。平栗はこの事件で懲役1年2ヶ月の判決に。南さんと出会ったのはこの服役期間を終えた後のことでした。あなたが最初に言ってたさ、一度付き合ったらただでは別れさせないっていう怖い言葉の意味がちょっと分かったわよ。平栗は心理学でいう拒絶過敏の状態になっていたとされているんです。なので女性からの別れ話など到底受け入れられなかったんです。というわけで本日のメトラキーワード、拒絶過敏について。拒絶過敏とは、他人からの否定的な反応に対して過度に不安や恐怖を感じる心理状態のこと。例えば痩せたねと褒められたとしても、前は太っていたのかと変に勘ぐったり。拒絶過敏の人はプライドが人一倍高く、言動に少しでも否定的に捉えられる要素があれば傷つけられたと思い込んでしまうのです。些細なことで切れやすい平栗は拒絶過敏だったと考えられ、別れ話というこの上ない拒絶を前にしては何をしでかすかわからない状態でした。拒絶過敏に陥る人は境界性パーソナリティ障害、回避性パーソナリティ障害、不安型愛着スタイルなど生育環境の影響から人格障害を持っていることがほとんど。このうち平栗は他人が離れていくことに強い不安を感じる境界性パーソナリティ障害と診断されています。女性から別れを切り出されれば何をしでかすかわからない状態にあった平栗。この後彼は自分を拒絶した南さんにも刃を向けるんです。執着の行方。南さんと破局してから約1ヶ月後の2000年4月10日、しつこく彼女につきまとった平栗はもう一度だけ南さんと話をする約束を取り付けました。お願いだ、考え直してくれ。南さんからもらった手紙や一緒に撮った写真など楽しかった頃の思い出の品を見せながら復縁を迫る平栗。しかし何をどう話しても南さんが首を縦に振ることはありませんでした。その後も平栗は南さんに何度も電話をかけましたが、彼女は話を聞かずに切ってしまいます。どうやったら南は考え直してくれるんだ。こうなったら。平栗の過去を思えば、彼がこの次にどのような行動に出るのかはもはや分かりきっていたのかもしれません。2000年4月19日の朝、南さんはいつものように高校へ向かうため沼津駅の駐輪場へ訪れた。そして彼女が自転車を止めようとしたその時、おい、なんで電話に出てくれないんだ。もう二度と聞きたくないと思っていたその男の声が駐輪場に響いた。もう何度待ち伏せされたかも分からず、南さんはそのこと自体には驚きもしない。目を合わせることもなく駐輪場を去ろうとする南さんに平栗は構わず詰め寄った。俺たち子供までできた仲だろ。なあ、考え直してくれよ。別れてから1ヶ月以上散々につきまとわれ、本性をこれでもかと見せつけられた後になっては、その男の子供を身ごもった事実さえなくしてしまいたいくらいだった。そして南さんはその男の前で絶対に言ってはならない言葉を口にしてしまう。そんなの誰の子かわからないよ。あんたなんかと出会わなきゃよかった。その瞬間、平栗の頭の中でプツンと切れる音がした。彼は服の中に隠し持っていた包丁を取り出すと、南さんの胸や顔、太ももなど全身をめった刺しにした平栗は血まみれの彼女をそのままに駐輪場から逃走しました。しかし彼は直後から我に返り、車を走らせながらも駐輪場で人が倒れていると119番通報。父親や友人にも電話で人を殺してしまったと相談し、いずれも自首を勧められていました。また名乗りこそしなかったものの、夜7時には南さんの自宅へ次のような電話をかけていたといいます。ごめんなさい、ごめんなさい。事件の前日、南さんは友人にこう話していました。明日こそ警察に相談に行くよ。運命のいたずらと言うべきか、彼女はその最後の抵抗もできないまま命を奪われてしまったのです。きっと過去の事件も全部同じように我を忘れて劇場してやっちゃったんでしょうね。
った性格もほぼほぼ治らないと思うわよ。一生刑務所に入っててもいいレベルだと私は思う。まあほんとそうなんですよね。そしてね、このヒラクリは裁判でも後悔の言葉を繰り返しました。まあでもね、彼は何度も同じ間違いを繰り返してるんで、後悔しても遅すぎると言わざるを得なかったんです。裁判においてヒラクリは彼女を引き止めることで精一杯だったと殺意を否定。彼は拘置所内で未遂もしており、その行動も償いや南さんと過ごしていた頃に戻りたい気持ちからだったと語りました。事件から4年後の2004年1月29日、殺人罪で有罪となったヒラクリに下された判決は無期懲役。検察は死刑を求刑していましたが、犯行に計画性がなかったこと、半日後に出頭していることなどを理由に減刑となったのです。判決を受け、南さんの父はこう話しました。あの男は一人しか殺さなければ死刑にならないと分かっていたんです。判決の際、薄ら笑いしているように見えました。ヒラクリが法廷で語った殺意はなかったという言葉や懺悔の気持ちは果たして真実だったのか、その答えは彼自身にしか分かりません。恋人から別れを告げられた際、ヒラクリはいつも自分でも制御が効かないほどに怒りを暴走させてしまっていました。大切な相手から別れを告げられる苦しみは計り知れませんが、人はその苦しみを乗り越えることで成長していくものではないでしょうか。辛い別れに直面した時、あなたはどのようにしてその苦しみを乗り越えましたか？あなたは助けを求めても無視されたことはありますか？2023年3月17日、アメリカサウスカロライナ州、一人の少女が自室で今まさに首を吊ろうとしていました。それは彼女がもうすぐ13歳を迎えようとしていた夜のこと。もうこれで全部終わりにしよう。つぶやきながら2段ベッドの上の段にロープを結びつけた少女。彼女は少し手を止め、苦しかった日々のことを思い出していました。おい、そこは女子更衣室だろ。お前男じゃん。大きな声でまくし立てられ、唇を噛みしめる少女。おい、無視すんなゴキブリ。返事くらいしろよ。それを見ていたもう一人の同級生は、近くを通った担任の先生にニヤニヤしながら声をかけます。先生、あいつが言ってるゴキブリってどこにいると思う？それを聞いた担任は先ほどの少女の方を指さし、それでしょと鼻で笑ったのです。学校でゴキブリと呼ばれいじめられていた少女。教員にまで冷たくあしらわれた彼女のその後の運命とは。少女の魂をギリギリまで支えたもの、それは娘の命を守ろうとする強く正しい母の心だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。